にちは、おけまもこと加藤ひとみです。自分はもう老けてしまって、もうどうにもならない、もう何をやってもダメかもしれない、もう若い日には戻れないってすごく落ち込む時が誰でもあると思います。でその時にどのように気持ちを整理したらいいか、どういうふうに気持ちを持っていけばいいのか、私自身の経験を交えてお話ししていきたいなと思います。女性なら誰でも経験あると思うんですね。特にこの若見えチャンネルを見ていただいている方はそのような経験をされて今に至ってると思うんですけれども、鏡を見るたびにいろんなところが気になってきて、もう自分は若くはないんだって自覚してしまって、もう何をやってもダメかもしれない、もう若い日には戻れないってすごく落ち込む時が誰でもあると思います。どうすれば明るい気持ちになれるか、そういうこともね、私の自身の経験を交えてお話していきたいなと思います。皆さんがですね、初めてもう自分は若くないって自覚したのはどんな時ですか？例えばですね、鏡をもちろん見た時、あと写真を撮った時、多いのが電車の窓、今までなかったような目の下のたるみが見えたりとか、ほうれい線のとこがすごく黒く映って、あとゴルゴ線ですね、そのような頬を分断するような暗いラインが特に夜なんかね反射して見えますよね。あれ、今までこんなことなかったような気がするなとか、そういうのありますね。私はですね、その日はですね、なんかすごく目の下のたるみが目立ったんです。あれ、これなんだろうって、なんか背筋がゾッとしたんですよ。初めてその時すごく衝撃を受けたのを覚えてます。それまで自分がですね、まだまだ若いぐらいに思ってたんですよね。20代からずっともちろん35ぐらいから徐々にはそういうのあるんですけども、はっきりと自分でもうこれ後戻りできないなって思ったのが30代後半で、目の下のたるみが気になったのが最初ですね。それからものすごく悩んで今までのね動画でもお伝えしてと思うんですけれどもね、試行錯誤をしたんですけれども、まず気持ちの持ち方なんですよね。大体ですね、自分は老けたって思った時点で毎日が老けたと思う気持ちとの戦いだと思うんですよ。女性はよく鏡を見ること多いですよね。もちろんお肌のお手入れする時も必ず鏡を見ますし、身近に鏡があるわけですよね。鏡とともにずっと生活するというか、そういう感じになると思うんです。男性よりも明らかに鏡見る頻度は高いですよね。その時にですね、自分の中で老けたっていう認識がすごく刷り込まれてしまうんですよ。またここにシワがあるな。でもちろん取れないですよね、そのシワって何もしない限りね。またさらに深くなったな、目の横のシワが気になってたけど、なんかほうれい線も深くなってきて、どんどん積み重なっていくんです。悩みが増えていくんですよね。で例えば30代後半で私は老けたと思ったとしますよね。20代の自分と比較して、もう私は30代後半、もうすぐ40だ、だからもうこのまま私は老けていくんだって思ったとしますね。でも考えてみたらですね、80歳の女性から見ると30代後半から40代とか、50代でも60代でも眩しいぐらい若い世代なんですよね。80代の女性があの頃に戻りたいって言っても、もう20年前30年前って絶対戻れないですよね。30代後半の人がいるとします。38の時に老けたと思ったとしたら、それからの人生がずっと老けた認識のままで生きないといけないんですよ。本当はものすごく若い、眩しいぐらい若い時代にもかかわらず、そのことに気づいてない状態なんですね。だから30代40代50代の女性が今老けたって思ってるんだったら、これから先寿命も伸びていきますね。例えば95ぐらいまで100歳もあるかもしれません。でその後の50年40年の人生が毎日が老けたい認識との戦いになってしまいます。そう思うとすっごくもったいないですよね。本当はすごく若いです。今寿命が伸びてるから、なおさら今日という日が一番若いんです。今日この時が残りの人生の中で一番若いんですね。だからなんで自分は若いんだろうって思って毎日過ごしてほしいんですよ。私それに気づいたんですよ。途中からその気持ちを変えました。もちろん顔はね年々老けていってましたね当時で。顔ダンスができるまでの間は戦いだったんですけども、気持ちをまず変えたんですよ。そうするとなんてありがたいんだろうって、今この時が一番若いんだな、この今の自分を大切にしようと、そう思えるようになったんです。これってすごい大事なことです。まずそこに一つ気づいていただきたいです。今なんて若いんだろうって、毎日ご自身を慈しんでほしいんです。今の若い顔、若い体を全部。肌だっていろいろ張りとか減ってきますけれども、それでも80代の女性だって100歳の人から見たらめちゃくちゃ若いんですけどね。仮にですよ、80代の女性を例にしますけれども、その方から見たらなんて若々しいのっていうことです。この皮膚が、顔とかも。だからそれをまず大切にするっていうことが一つすごく大事だと思います。今のあなたが一番若いですから、それを最大限に楽しみましょう。顔ダンスしながら余計なことは考えずに、前向きに、そして口角を常に上げながらプラス思考で。不思議と口角上げるとですね、マイナスのことを考えないんですよ。これって本当不思議。なんか嫌なこと自分の中で考えてる時あるじゃないですか。あの時あんなこと言われたなとかね、ちょっと嫌なことを体験したことをちょっと思い出したり、そういう時で絶対口角下がってるんですよ。なんかね、ここがね緩んでます。だからもう常に
合格を上げておきましょう。そして顔ダンスを頑張ってやって今の若さをしっかりと謳歌してください。20代の顔に戻りたいですかっていうテーマなんですね。30代後半ぐらいで何とかしなきゃって思う方が多いと思うんですね。なんとなく自分の老け感に気づいて、30代半ばぐらいで私は気づきましたね。少し肌の張りがなくなったんじゃないかなという感じで、後半になっていよいよこれは危ないぞと思ったんですけども、その頃に20代の顔に戻りたいって思うかどうかなんですよね。一つ断言できることがあります。それはですね、20代の時のあなたの顔よりも今のあなたの方が100倍も素敵です。間違いないです。表面上な肌の張りとかですね、若々しさっていうのは確かに20代10代後半から20代って本当に一番ピークだと思うんですけれども、その頃に果たして戻りたいかというと、私は戻りたいと思わないんですね。その頃自分で思い返してみてもですね、何を考えてたんだろうっていう感じはあります。正直まだ経験も少なかったですし、でもですね、40代50代、ね、これから寿命も長くなってますので、8、9、10、100 とにかくいろんな経験を積み重ねてるんですよ。その中で辛い思いをしたり、楽しいこともあるけど悲しいことがあったりとかね、いろんな経験をして、親が年を老いていくのを見たりとかね、その寂しさとか、そういういろんな思いを経験した今現在のあなた自身ですね。それがですね、どれだけ魅力を放ってるかなんですよ。思うんですけれども、その中に秘めたものがどんどん出てくるんですよ。内側に蓄積したものが年を追うごとにね。でその時にとにかく一つ大事なことはマイナス思考になってないことなんですね。常にプラスで明るい気持ちで過ごしていければ、それがですね、本当に顔の造作とか肌のツヤ以上なものを内側から発してくれると思っています。ですので20代になりたいと思わないでください。もちろん人生を20代からやり直したいって思うかもしれないんですけど、それはね誰にもあると思うんですよね。あの時からこれを努力しとけばもっと良かったかなとか、私も実は思いますよね。いろんなこと思います。でも現実として今現在のあなた、私自身、もちろん皆さんですね、いるわけですよね。でいろんなことを糧にして今来てるわけなんです。もちろん私のチャンネルにこうやってね来てくださって見てくださってることもすごいご縁を感じますし、皆さんにとってね一番いいと私が断言できるのは、とにかく今までの経験を無駄にしないこと。どんな経験も全て失敗したと思うようなことも絶対にプラスになってます。そこから得たものがたくさんあると思いますね。でそれがですね、鏡で見てね、私の顔そんな熟成されてるかしら、内側からいいもの出てるかしらと思うかもしれませんけれども、出てます。実は出ています。一つ悲観的にはならないことですね。全てのことにおいて不平不満、これは顔に出ますから。不平不満を心に持つと何が悪いかって口角が下がるんですよ。作り笑いしてても目が笑ってないとかね。なのでね、常に前向きで必ずいい時来ますので、自信を持って、とにかく今のあなたに自信を持っていただきたいです。もちろん私自身にもこれは思うことです。だから20代の顔に固執しないでください。20代の顔に固執している以上は幸せになれないと思います。本当に今の方がよっぽどお綺麗ですもん。だって本当にそう思いますから。はい、ですので20代にはこだわらないこと、そして楽しい気持ち、できるだけプラスな気持ちで不平不満を持たずにいいお顔でいければいいですね。一緒に頑張りましょう。これ結構経験ある方多いかもしれないんですけれども、会社の上司とか、知り合いの男性からですね、老けたなって言われた。入社した頃は若かったのになんか最近おばさんになったなで、おばさんって呼ばれたりね、今までそんな言い方されてなかったのに急にそのような言葉で呼ばれたりとかして、その言葉に傷つきましたっていう方が結構いらっしゃいますね。で私本当にもうそれを聞いた時にすごく
憤りを感じました。おそらくね、その言葉を言った人はそんな大きな意味はなかったと思うんですね。それでもうその言葉がずっと離れなくて、自分の心の傷になって、ちょっとこう鬱のような症状になられた方を知っています。でもうトラウマになってしまうんですね。でその言葉を聞く前に、ある程度その本人もちょっと私少し年齢重ねたことでちょっとは老けたかしらって多少思ってる可能性があれば、なおのこと確信になるんですよ。気のせいかなと思ってたぐらいのことがね、もう確信に変わって、もうそこから立ち上がれない、立ち直れないっていう状態になるわけなんですね。でそういう時の対処法なんですけども、気にしないでっていう、もうそれを忘れてっていうのはなかなか難しいですよね。もう傷になってるのでね。でそこではまず一つ、とにかく心の癒しが必要になってきますよね、傷になってる場合は。で一番いいのはですね、その人自身、言った人自身がそれほど深い意味がなかったことを、まず本当に実はそうなんですけどね、それをまず信じることなんですよ。でおそらくそれが言えるっていうのは老け感があるからとかではないと思うんですよ。男性であれ女性であれね、本当に老けた人に対して言えないです、絶対に。なんかおばさんだったなとか、大丈夫か、えらい老けたなとかね、絶対言えないはずなんですよ。なのでそれを言える存在であったということなんですよね。その言葉を許してくださいって、そういう意味じゃないですよ。じゃないんですけども、そのほとんどね、何の気なしに言ってる言葉なんですよ。本当にその人に老け感があったからではないんです。ほとんどないです。それは一番悪いのはですね、自信をなくすこと。そのような人の心ない言葉とか、そういう経験の積み重ねでだんだん自分に自信がなくなってきて、やはり私はもうおばさんだから仕方がない、こうやって一日一日、来年再来年どんどんおばあちゃんになっていくのって、そういう不安感、それが仕事に対してもプライベートにも自信のないような雰囲気が醸し出されることなんです。で自信を持たないと目って生き生きしてこないので、もう本当今までの自分の生きてきたことに自信を持っていただきたいんですよ。ですのでね、自信のなさが目に現れる、そして目線に現れる。ちょっと伏し目がちになったり、人とちゃんと目を合わせられなくなったりとかで、笑顔がまずなくなりますよね。で魅力たっぷりな方っていうのはやっぱり笑顔が多いです。何歳になっても笑顔がとても素敵で魅力的なんですよね。ですので顔ダンスでしっかりと口角を上げますよね。上げてますよね。笑顔を作る筋肉を主に鍛えてます、顔ダンスっていうのはね。どんな状況においても笑顔を忘れないで、で辛い時もちょっと口角を上げると不思議とプラスの気持ちがこう出てきて楽しくなってくるんですね。口角と意識ですね、それがもうちょっと連動してるようなところがあるので、ちょっと気持ちが落ちてる時でも口角上げるだけでも気持ちがグッと上がるっていうのは、もう脳科学の分野でもちゃんと解明されてることなんです。なんかこう嫌なことがあった時こそ口角上げて、そしたら本当にね、もうどうでもいいやって、そんなこと言われたけど気にしなくていいやっていう気持ちになってきます。そして自分に自信がどんどん出てきますのでね、はい、これからも一緒に頑張っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おけんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おけんママでした。